皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年8月16日に開催されましたフェスサマーソニック2025東京会場の Day1 に参戦してきましたので、その模様をレポートさせていただきます。といっても私的には基本バンドメイドを見に行く形ですので、他のアーティストさんのレポートはめちゃくちゃ薄くなりますのでご容赦ください。あと、お給仕のレポートがたまりに溜まってしまってましたので、だいぶ遅れての動画投稿になってしまいましたが、時系列を保ちたいのもありまして、ちょっと忘れた頃にアップするような形になってしまいました。ということで、レポートに入ります。昨年2024年からフェスにも参戦するようになった私にとって、このサマソニは外せないフェスです。サマソニといえば前回2024年の時の台風で前々日移動に変更したり、帰りに東海道新幹線が止まって北陸新幹線で大回りで8時間かけて帰ったことが思い出されます。でも今回は問題ない天候に感謝しつつ前日移動で千葉入りします。サマソニは基本屋内ですし、フードエリアも屋内で座って食べたり飲んだりできるので、この灼熱の時期でも大丈夫なのは嬉しいです。前回お盆期間中の新幹線チケットの入手困難さを学習して、今回は1ヶ月前に予約したお昼過ぎの新大阪発の新幹線で東京へ向かいます。今回は新浦安にホテルを取っていましたので、京葉線で新浦安まで行ってホテルにチェックインして翌日の本番に備えます。それでいよいよ8月16日当日となり、10時くらいにホテルを出て京葉線で海浜幕張まで向かいます。駅から人の流れに乗って会場に向かいます。会場についてリストバンド交換をしてもらい、まずはそのままフードエリアへ行ってみます。会場内は涼しくて快適でした。今回は晩目さんの公演まで時間が結構あって気持ちにも余裕がありますので、このメインブースにあるソニ飯の屋台を全部見てみました。これだけ屋台があると行列も少なくて好きなものを買えるので嬉しいですね。と言いつつ、実は今回全ての屋台を撮影したつもりになっていたのですが、どうも録画状態にせずに撮った気になってただけだったようで映像が残っていませんでした。なんてこった。ということで映像はないのですが、その中で昼はちょっと気になったローストビーフガパオ丼っていうのとビールにしました。なかなか美味しかったですが、いろいろ食べられるようにだと思うのですが、ソニ飯は量が少なめだったのを思い出してました。あと苦手のパクチーを抜いてもらうのを忘れてましたので残してしまいました。それでまだちょっと物足りない感じでしたので、建物の外にあった屋台でアイスクリームを頼んでみましたが、なんかめちゃくちゃ美味しかったです。それで今回の晩目さんの公演ステージはパシフィックステージということで、ステージの名前は昨年と同じなのですが場所が違っていて、建物が独立しているステージです。前回は休憩所やクロークやグッズ売り場があったところですね。ですので腹ごしらえを終えて12時前ぐらいにメイン会場を出てパシフィックステージへ向かいます。とりあえずパシフィックステージで公演されるアーティストはバンドメイド以外私的には全て初見です。それで阿部ムジカさんのステージが終わった頃にパシフィックステージに着きました。たくさん人は出てきているのですが、フロアの前方は全然はけていなくてぎゅうぎゅうな感じでした。司会の方もなんとか落ち着かせようと苦労されてましたね。ステージ前方は真ん中にバーで区切られた花道のような空間があって、上手と下手が仕切られている感じになっています。今回は久保田さん前を狙って下手側にしようかなとか目星をつけておいて一旦ステージの外へ出ました。ステージの外のスペースは休憩所みたいになってましたので、リクライニングシートに寝転んだりできてめちゃくちゃ快適でしたね。それでまたなんか食べたくなってしまったので、ロングポテトとかも食べながらステージの様子を伺ったり、設置されているディスプレイに同時中継されているリサさんのステージを見たりしながら快適なサマソニの雰囲気を味わいます。それで12時20分頃になってイズナさんという女性ダンスボーカルユニットのステージが始まりましたので、後ろの方で見ることにしました。やっぱりダンスも歌も上手いので楽しく見て聴くことができました。曲終わりの時にハーハー言ってるのをマイクが拾ってましたので、やっぱりダンスしながら歌うのは相当ハードなんだろうなとか思ってました。最初は K-POP グループかなと思ってたのですが、自己紹介してくれる時に日本語がめちゃくちゃうまいとか思ってネットで調べたら、日本人2人と韓国人5人のグループということでした。でも今回の公演では6人しかいませんでしたので、誰か1人来れなかったんでしょうかね。それでイズナさんのステージが終わって観客の入れ替わりになるのですが、次のサイキックフィーバーさん目当ての女性軍団が押し寄せてきましたので、とりあえず下手側ブロックの真ん中くらいに残っておくことにしました。フロアはぎっしりな感じで埋まってました。サイキックフィーバーさんは EXILE トライブからの7人組ボーイズグループということで R&B とヒップホップをメインにしているみたいで、さすがにラップとかダンスとか見応えがありました。私的にはジミーくんがお気に入りな感じになりましたね。
ただここまでは途中でステージを出て休憩したり、水分を取ったりトイレに行ったりして体調と準備を整えておくのも忘れない感じで過ごしていました。それでサイキックフィーバーさんのステージが終わりましたが、フロア前方は全然履けなかったですね。結構涼しかったフロアはこの頃にはかなり暑くなっていました。それでそろそろ前に行く準備も兼ねて本格的にステージに張り付くことにします。次のアーティストは花さんということで、初見ではありますがすごく人気があるのは知っていましたので、下手側のガチ勢の後ろくらいに位置取りました。ちゃんみなさんがプロデューサーのオーディション番組で選ばれた日本人7人組ガールズグループということで、人気があるのがわかるステージでした。こういうと語弊があると思いますが、いわゆるアイドル的なモデル体型でものすごく可愛らしいビジュアル優先で選ばれたのではなく、パフォーマンスの実力で選ばれたという感じがしました。決して可愛くないという意味ではありません。十分に皆さん可愛かったです。なのでめちゃくちゃ歌もダンスも上手いですし、なんというか迫力がありました。時間が15分となぜか短いステージでしたが、すごく楽しめました。それで花さんのステージが終わって、いよいよ前方に行こうかと思ったら、ほぼ 100% 女性の軍団が前へ押し寄せてきます。さすがにここにおっさんが入り込むのは忍びないと思いまして、前から30列目あたりの右側にある花道のバーにへばりつく感じのところで我慢して、バスさんのステージを見ることにします。バーに張り付いたのは女性の真ん中におっさんがいると迷惑かなと思ってですね。バスさんは12人と大所帯のタイのボーイズグループで、私的には何の知識もない状態でしたが、いわゆるジャニーズ系みたいな感じでみんな明るくて楽しい感じでした。タイのグループということもあってか、前に詰めている女性たちにアジア系の方も多かった印象です。それでバッサーのステージが終わって今度こそ前へ行こうと思ったのですが、状況はバッサーの時と全く同じで、後ろからほぼ 100% 女性の軍団がさらに押し寄せてきますし、そのままステーの女性たちも大量におられまして、バー沿いに5列分ぐらい前に行くことしかできませんでした。前方に取り残されてスタッフの方に抱えられて花道から救出される女性も何人かおられましたね。なぜなら次はウズさんという韓国の男性ソロアーティストで、目当ての女性ファンの勢いがすごすぎて出られなかったみたいです。それでウッズさんのステージが始まります。チョ・スンヨンという方で、ウッズというのはソロ活動名みたいですね。バラード的な曲や K-POP やラップ的な曲もありましたが、一曲すごく気持ちいいロック曲があって、それは気に入りましたね。歌もめちゃくちゃうまかったです。あと韓国語で話す MC に観客がきっちり反応できてたのがすごかったです。みんな韓国語を勉強してるんですね。私的にはメイドさんたちが日本人で助かりました。あとガチ勢の方たちだと思いますが、なんか丸い透明のケースの中にヤシの木みたいなのが入ったライトを振られてましたが、私もバンドメイドガチ勢の一人と自分で勝手に思っていますので、ガチ勢の方たちには共感してしまいます。それでウッズさんのステージが終わって、いよいよ私的にはここからが本番です。もう遠慮は必要ないので、会場を出ようとする女性たちを避けながら前方へ突進していきます。たくさんの女性とすれ違いながら、なんとかミサさんと小畑さんの間くらいの2列目を確保できました。最前列は多分次のザ・ローズさんの最前確保組の女性でしたので、視界的には良好です。それでいよいよバンドメイド待ち状態に入ります。私的には本番待ちという感じです。見慣れたあーちゃんのドラムセットや小畑さんのアンプやお立ち台が運び込まれてきて気持ちが盛り上がってきます。ボグナー改めカナミアンプも運び込まれてセットされます。それでスタッフの方たちのサウンドチェックが始まりますが、ほぼ最前ということもあり、ものすごい音圧です。特にバスドラは風圧を感じるくらいで、もうこの時点でワクワク感は増してきます。それでいよいよ時間が迫ってきて、リハーサルのためにまずあーちゃんが出てきて大歓声が上がります。あーちゃんがドラムのサウンドチェックをするのですが、バスドラの連打とかめちゃくちゃ迫力がありました。そこにミサさんも出てきて、ベースギターのサウンドチェックに入って、リズム隊のチェックからスタートです。この時点でもうかっこいいです。そこに小畑さん、ミンチョもステージに出てきて、それぞれのサウンドチェックに入ります。小畑さんのマイクテストの第一声目はやっぱりポでした。このサウンドチェックもフェスの楽しみの一つですよね。他では絶対生で見れないですからね。一通りサウンドチェックを終えた小畑さんが、大丈夫、ワーニングだけちょっとやってほしいポーみたいにミンチョに言って、ミンチョがギターを弾いて、その音を確認した小畑さんが、はい、以上ですみたいに言ってました。なんか貫禄を感じました。でもミンチョはギターを弾いて、大丈夫かなとか言ってフロアから笑いが起きてました。最後はサイちゃんもステージに出てきてくれます。後ろを向いたサイちゃんの髪がめちゃくちゃ綺麗でした。最前列の女性からも髪綺麗って言ってたのが聞こえました。5人がステージに出てきたということはリハーサルですね。いきなりアンリッシュが始まりました。最前列あたりにひしめくお名刺様たちから待ってましたという感じで思いっきり拳を突き上げながら大音量のちゃんとの声が響き渡ります。最前列の女性たちがちょっとびっくりしていたように思います。
ここまでの他のアーティストのステージは楽しかったものの、知らないアーティストの知らない曲でしたので、メイドさんたちを目の前にしてこのアンリッシュが始まった時に、ああ帰ってきた、これこれっていう感覚、自宅に帰ってきた時のような安心感と、逆に自然に体から立ち上る高揚感みたいなのが感じられて、アドレナリンなのかエンドルフィンなのか、とにかくなんか気持ちいい物質が放出された感じで、もういきなり気分はマックスになります。なのでフロアは本番さながらの感じで盛り上がりますので、当然サビのだんだんディディダンダンもものすごい声が出てました。サビ終わりで終わるのかなと思いながら感想でちゃんとしてたら、なんとそのまま2メロに入ります。のシンガーロングもして2サビに入ります。2サビも思いっきり腕を振り上げて盛り上がって、だんだんディディダンダン叫んで2サビ終わりで、さすがに終わるのかと思ったら落ちメロに入ります。とか思いながら思いっきり手拍子して、さえちゃんの Now we go からミンチョのギターソロに入りました。思いっきりちゃんとして、だんだんディディダンダンも叫びます。ソロ終わりでそのままラスサビもやってくれて、思いっきりヘドバンもしながらサビ終わりでアウトロになって、ちゃんとしながら最後だんだんディディダンダンも叫んで曲終わりまで到達します。フロアから大歓声となりますが、リハーサルでフルコーラス1曲丸々見て聴けるって初めての体験でした。こんなん超お得ですよね。それであくまでもリハーサルなので、小本さんがさえちゃんの声上げて、クリックも気持ち上げて、スネアだけちょっと上げてほしいですポーみたいに調整が入ります。あと続けて小本さんがコーラスも上げて、小本の声も気持ち上げてほしいですポーとか言ってましたが、サウンドチェックって小本さんの役割なんですかね。すごいですね。でもミンチョが大ちゃん、さえちゃんの声をちょっとだけ上げてほしいみたいにも言ってましたね。それで調整を済ました音響の確認も兼ねてリハーサルの2曲目に入ります。あーちゃんのめちゃかっこいいドラムフィルでダイスが始まりました。イントロになってフロアは大声でのチャントで盛り上がります。1メロで手拍子になってフロアの前方は上がる手で埋め尽くされます。最前列付近はほぼ名手様で固めている感じでしたので、 B メロでの一拍空けてのチャントも揃ってましたし、声も出てました。それでサビに入って手を振り上げながらシンガロングとして、いきなりもう楽しくなってきます。このダイスのサビのシンガロングってかなり楽しいですよね。サビ終わりでさすがに今回は演奏が終わって、ここでリハーサル終了となりました。最後の調整という感じで、小畑さんが小畑のギターのハイをもう少し上げてもらえたら嬉しいですポーとか、ミンチョがスネアをもうちょっと欲しいですみたいに言って調整を終えてました。いやいや、食前酒にめちゃくちゃ強いお酒を飲んだ感じというか、前菜でステーキが出てきたみたいな感じでしたね。それで会場には BGM が流れてきて、いつもならここでメイドさんたちが一旦ステージをはけて、音響スタッフの方の調整とかになるはずなのですが、メイドさんたちはステージに続けてくれます。それでミサさん、ミンチョ、小鳩さんがドラムの前に集まって、あーちゃんも身を乗り出して気合抜きをやり出します。初めて本物の気合抜きを生で見れました。超レアですよね。で、その気合抜きにサイちゃんがいません。いつの間にかステージからはけてました。4人で気合抜きをやったということはひょっとしてです。そのまま4人が配置について本番突入となりました。サイちゃんがいないということはそのまさかです。From Now On の冒頭のメロディーが流れてきます。本番1曲目はインスト曲で来ました。フロアもざわめきました。それで度肝を抜かれるめちゃくちゃかっこいい入りから演奏が開始されます。まさかのフェスでのインスト曲スタートです。まさにロックレディーじゃないですか。後ろにいるであろうサイちゃんの得意げで挑戦的な顔が目に浮かびました。絶対後ろの方で見ていた初見の方たちはびっくりしたんじゃないでしょうか。見た目とのギャップが際立つ代表曲でもありますし、演奏力の凄さを見せつけられる曲でもありますしね。ミンチョもミサさんも当然小畑さんもギターを弾く姿がかっこいいですし、あーちゃんのドラムもテクニカルなのにものすごい迫力で、バンドメイドの楽器隊の並外れた能力をいきなり体に浴びれましたし、見せられたんじゃないでしょうか。1メロ的なところが終わって、ミサさんのソロみたいになるところでやっぱりフロアから大歓声が上がってました。なぜか絶対ミサさんのソロの時って歓声が上がるんですよね。それで曲後半になるとお立ち台で演奏しているミサさんとミンチョに加えて、小畑さんも真ん中のお立ち台に乗ってきて演奏してくれますので、めちゃくちゃ盛り上がります。それで曲終わりに向けてどんどん頂点に向かって上り詰めていくような展開になって、最後その頂点で曲終わりになるところはやっぱりかっこいいです。曲終わりの吹き鳴らしになって大歓声と拍手が起こります。From Now Onはやっぱりめちゃくちゃかっこよかったです。続けての2曲目は全でした。暗転したステージにミンチョのアルペジオが流れてきて、ステージに戻ってきたサイちゃんにスポットライトが当たって、サイちゃんのボーカルから始まります。サイちゃんの声も調子良さそうです。アニメでバンドメイドを知った方たちも多いと思いますので、今回必須の曲ですね。イントロに入って爆音のチャントが響きます。それで B メロに入って手拍子になりますが、この手拍子も迫力がありました。前方は名だたるお名手様たちが固めてましたので、ちゃんとも手拍子も息ぴったりですし、声も出てました。それでアーチャーの激しいドラムフィルからサビに入ってフロアはさらに盛り上がります。それで間奏に入ってまた思いっきりちゃんとして2メロに入ります。
こはやっぱりあーちゃんの激しいドラムとミサさんのベースが痺れます。それで B メロに入って手拍子になりますが、展開が分かったんだと思いますが、最善確保組の女性たちも一緒に手拍子したりして盛り上がってくれていました。それで2サビもめちゃくちゃ盛り上がって、サビ終わりのサイちゃんのロングトーンから C メロになって、味わい深いミサさんのベースを堪能してミンチョのギターソロになります。ミンチョは危機迫る感じでギターソロを弾いてくれてますし、フロアのちゃんとも力が入ってました。それでラスサビに入りますが、ここもあーちゃんの凄まじいドラムフィルが気持ちいいですし、元さんのコーラスも楽しんで、最後のポストコーラスのところでノリを間違えないように気をつけてアウトロになります。アウトロでまたフロアから思いっきりのチャントになりますが、曲終わりとチャントの終わりがバッチリ合うのが気持ちよかったです。3曲目はドミネーションでした。ミンチョのリフで始まって、サイちゃんの行くぞーの雄たけびでイントロに入ります。サイちゃんも小和田さんもめちゃくちゃ煽ってきますので、前方を固めたお上司様たちからめちゃくちゃでかい声のチャントが響きます。それでサイちゃんが真ん中のお立ち台で歌い出しますが、やっぱりドミネーションを見て聞くと、バンドメイドに帰ってきた感がすごいです。故郷の実家で何も心配することなく遊んでいる子供のような感覚になります。それで気持ちよくなりながら先行癖を叫んでサビに入ります。腕を振り上げながら待ち構えてハローハロー叫びます。これこれって感じです。それで感想に入って気持ちよさそうにギターを弾くミンチョを見ながら思いっきりちゃんとします。2メロに入ってミンチョ、ミサさん、小本さんがあーちゃんのところに集まって変顔を見せタイムです。本当にそうなのかは分かりませんが、サイちゃんがお立ち台で真剣に歌ってる後ろでのこれってなんか和むんですよね。それで2サビ前にみんなが配置に戻ってサビに入ります。サイちゃんは上手のお立ち台で歌ってましたね。当然またサイちゃんに煽られながらハローハローを叫びます。サビ終わりでギターソロ前のヘビーな感じのブリッジに入ります。あーちゃんが笑顔でスティックを持った右手を思いっきり上げてました。それでミンチョが真ん中の立ち台に立って短いギターソロを弾いてくれて、落ちメロから先行癖用でラスサビに入ります。ラスサビも思いっきりコール&レスポンスして最後の D メロに入ります。この時の小畑さんってめちゃくちゃ楽しそうにギター弾くので、見ているこっちも楽しくなります。最後サイちゃんと一緒にハローハロー叫んで、アウトロのミンチョのギターソロみたいなフレーズをちゃんとしながら味わって、あーちゃんのかっこいいドラムの締めで曲終わりの書き鳴らしになります。サイちゃんのありがとうサマソニーで曲終わりです。また安定したステージに上手お立ち台に立つミンチョにスポットライトが当たって、激しすぎるリフを書き鳴らしてきます。4曲目はレディートゥーロックでした。フロアも来たーって感じで大歓声が上がってました。この曲目当ての方も多く来られてたと思います。大歓声が上がる中、あーちゃんにもスポットライトが当たってブラストビートが炸裂します。それでサイちゃんが前に出てきて真ん中のお立ち台で歌い始めます。リサさんもお立ち台でベースを弾いてましたので、3人がお立ち台って感じです。小本さんはバックボーカルを歌わないといけないので定位置ですね。それで1メロに入ってミンチョの複雑な感じのリフとあーちゃんの複雑なリズムのドラムと、それと連動するようなミサさんのベースを堪能しながらサイちゃんと小本さんの歌に聞き入ります。それでサイちゃんに煽られながらおおおおおおのシンガロングして、小本さんの好きじゃないならほらたぎれないからサイちゃんのシャウトを味わってサビに入ります。フェスでも私はダンスもどきで楽しみました。このサビはシンガロングもしてめちゃ楽しくなります。サビ終わりであーちゃんが片手のスティックを高く上げながらハイハットを叩くのを見れました。これ大好きです。伴奏での激しいミンチョのリフに乗せてお立ち台のサイちゃんからサマソにもっと声出せの雄たけびが上がって、さらにフロアの熱量が上がります。小畑さんも真ん中のお立ち台に足をかけて笑顔でギターを吹き鳴らして煽ってきますので、ちゃんともすごかったです。2メロに入ってぶっちぎれラーのところの大好きなミンチのギターフレーズを見て聞いてシンガロングもして、小畑さんのやめられないしやるしかないなのシャウトを目の前で見て聞いて、サイちゃんのシャウトで2サビに入ります。2サビも思いっきり踊ってシンガロングしてサビ終わりでソロパートに入ります。小畑さんのミニソロもバッチリ見てミンチョのギターソロに入りますが、ギターソロに入るときにミンチョキックをかましてくれてました。小畑さんもヘドバンしながらギター弾いてくれるので盛り上がります。ソロ終わりで落ちメロになって手拍子してサイちゃんのシャウトからラッサビに入ります。やっぱり冒頭のあーちゃんのバスドラは痺れますし、レディートゥロックのサビは楽しくて気持ちいいです。サビ終わりで最後のメロに入ってミサさんの味わい深いベースを堪能して、最後サイちゃんの湧き上がる欲望で曲終わりです。曲終わりからの書き鳴らしでサイちゃんがありがとうまだまだ行こうかの叫びを上げてきます。そのまだまだ行く5曲目はヘイトでした。イントロでフロアは全力のチャントで答えます。珍しく出だしでサイちゃんがちょっとミスってましたが、一瞬でリカバリーしてました。バックのスクリーンには横ありの時の嵐みたいな映像が流れてましたが、これ私的に嵐を呼ぶサイちゃんみたいな感じで大好きなやつです。サビに入ってミンチョは上手のお立ち台、ミサさんは下手のお立ち台に足をかける感じで演奏してますので、フロアも盛り上がって思いっきり手を振り上げます。
それで感想では小畑さんも真ん中のお立ち台に足を振って演奏して煽ってきますので、思いっきりちゃんとして2メロ冒頭は手拍子で盛り上がります。それで2サビも思いっきり盛り上がって楽しんで、サビ終わりのサイちゃんの I don't care if you die out からソロパートになります。下手お立ち台のミサさんのベースソロが始まります。でもなんかベースソロが長いですと思ったら、真ん中のお立ち台でミンチョがいつもと違うギターソロを弾き始めます。なんとソロバトルバージョンでした。ミサさんも真ん中のお立ち台に乗ってきてベースを弾き始めますが、ミンチョが思いっきりヤンキー煽りをしてくれてました。ミンチョ絶好調な感じです。初見の人たちをビビらすには十分なバトルをやって、ミサさんがお立ち台を降りて通常のミンチョのソロになります。ソロ終わりで C メロに入ってサイちゃんが歌い出して、最後小畑さんのシャウトに乗せてサイちゃんの全て消してしまっての時にあーちゃんがスティックを入れ上げるのがいいですよね。それでラスサビに入ってソロバトルの余韻も感じながら盛り上がって、サビ終わりからの I hate you を繰り返すところはサイちゃんと一緒に I hate you を叫びますが、最前列の女性たちは I hate you 叫んでるおっさんたちをどう思ってたのかちょっと気になってしまいました。最後の I hate you でかけ鳴らしなしで曲終わりとなりました。6曲目はミンチョにスポットライトが当たって What is Justice の強烈にかっこいいリフから始まりました。この曲もこれ目当てで聴ける初見さんがいっぱいいると思いますので必須曲ですね。イントロの途中でステージが明るくなって一気にドラム、ベース、リズムギターが加わるところは鳥肌ものでした。A メロは静かな感じのサイちゃんのボーカルから始まって、 B メロで軽快な感じで盛り上がっていく構成は私的にも好きなやつです。ここの小畑さんのベースで叫ぶところがなんか大好きなんですよね。それでミンチのかっこいいリフからサビに入ります。もうここは何も言うことはなく、サイちゃんのハイトーンのボーカルを楽しんで、サイちゃんのボーカルを聴かせる感じのバックの演奏も楽しんで、サビ終わりのサイちゃんのドンチューを堪能します。すぐにまたかっこいいミンチのリフの感想で思いっきりちゃんとして2メロに入ります。冒頭の A メロは1メロから変えてきてるところで、ミンチのギターが味わい深いです。それで小畑さんのゴードも聴いて、サイちゃんのめちゃくちゃかっこいい白黒割り切れで2サビに突入します。サイちゃんはお立ち台で歌ってくれてます。2サビ終わりでお立ち台に立ったままのサイちゃんの味わい深いオチメロに入りますが、この小畑さんのギターの刻みも最高です。それでサイちゃんの最後のロングトーンに乗せてミンチョのギターソロになります。ソロ終わりでラスサビに突入しますが、サイちゃんはずっとお立ち台に乗ったままでしたね。最後のサイちゃんのシャウトの時の小畑さんの綺麗なコーラスと、あーちゃんの激しいドラムキルと、相変わらず渋いミサさんのベースと、狂気的な感じで演奏するミンチョも堪能してアウトロに入ります。やっぱりアウトロもめちゃくちゃかっこいいです。サイちゃんに煽られながら思いっきりちゃんとして答えます。曲終わりからの書き鳴らしで、サイちゃんのありがとうサマソニーで大歓声となります。ここでサイちゃんが真ん中の立ち台に立ってフロアに向かって、サマソニー盛り上がってるかー、バンドメイドだーって叫んできます。それで満杯のフロアに向かって、後ろも見えてるけどいけるのかー、いけてるかーって叫んで、メイドさんとまだまだ遊ぶ準備はできてますか、もっと暴れるか、一緒に踊って歌おうぜの焚き火を上げてきます。 MC とは言えないと思いますが、この一瞬のインターバルを入れてきて、7曲目となる一緒に踊って歌えるノーゴッドのあーちゃんの激しいドラムフィルがフロアに鳴り響きます。それでイントロになって、ミンチョもミサさんもサイちゃんも小畑さんもお立ち台で、サイちゃんはジャンプジャンプって言いながら思いっきり煽ってきますので、こっちも思いっきりジャンプしながらちゃんとします。それで1メロに入ってルールルの時におっさんたちが指を上げてルールルってやってるのを初見さんたちに見られてしまいました。サイちゃんもやってくれてましたけどね。それで小畑さんの1、2、3、4、How we long からサビに入ってジャンプしてシンガーロングして楽しみます。ギチギチの前方でジャンプするのは結構難しくて、足踏んだり隣の人の肩に肘が当たったりしてちょっと迷惑をかけてしまいました。すみません。サビ終わりからの感想で思いっきりちゃんとしながらジャンプしてたら、サイちゃんが真ん中の立ち台で腕振り振りダンスしながらこっちの方を見て笑顔でよくできましたって言ってサムズアップしてくれました。これはガチです。と言いつつ、私の7年前の最前にいたフォークメタルさんに向けての可能性の方が高いんですけどね。それで2メロに入って今度のルールは小畑さんが言ってくれてましたね。2メロは A メロと B メロの間に自然な感じで違うメロが挟み込まれてますが、ここ大好きなところです。っていうかハードロックでこんな構成考えつくのってミンチョくらいしか思いつかないんですけどね。それで B メロの時にミサさんとミンチョがあーちゃんのところに寄っていって、その後ミンチョが小畑さんにちょっかい出す感じになってたのが可愛かったです。それで2サビになって上手に移動して歌ってるサイちゃんを見ながらジャンプしてシンガーロングして盛り上がります。サビ終わりで上手お立ち台に立ったミンチョの短いギターソロからミサさんが真ん中のお立ち台でスラップのベースソロを弾きますが、これも初見さんたちはビビるやつだと思います。
ソロ終わりで落ちメロになって途中から入ってくるあーちゃんのフロアタムのフレーズを楽しんで3連のドラムフィルからラッサビに入って、まずは手を上げながらヘドバンしつつシンガロングもする忙しいところになります。それで通常のサビのリズムに戻ってジャンプしながらのシンガロングに戻って、最後サイちゃんのウィーハッガッからのアウトロでまたお立ち台のサイちゃんからジャンプジャンプって煽られながらジャンプしてちゃんとして曲終わりとなります。最後のサイちゃんのサンキューがかっこよかったです。続く8曲目は玉屋でした。サイちゃんが叫んだ通り歌って踊れる曲が続きます。サイちゃんのボーカルと小鳩さんの綺麗なコーラスを見て聞いて、イントロに入って弾けるようにジャンプしながらちゃんとする形になります。1メロに入って踊りながら玉屋の気持ちいいメロディーを堪能します。サイちゃんのピッカーンとドッカーンの時の手の動きを今回初めて確認したのですが、みんなあれをやってたんですね。覚えました。それで B メロに入ってだんだんお祭りな感じが出てきて、鳴らせ鳴らせ期待を鳴らせでサビに突入して完全にお祭りモードになります。手を振りながらジャンプして楽しみます。っていうか玉屋は本当に楽しいです。それで感想なしで2メロに入りますが、ここのサイちゃんのボーカルにかぶせるように入る小鳩さんのコーラスが大好きなところです。それで B メロのロマンティックは止まらないでなぜか懐かしさも感じて、私的に大好きなサイちゃんのさらけ出すならを堪能して、サビに入ってまたジャンプという踊りで楽しみます。サビ終わりで C メロになって最後のサイちゃんのロングトーンにかぶせるようにミンチョのギターソロになります。神木お立ち台でミンチョが弾くこのギターソロはエモいけどお祭りっぽい感じもします。と思ったら下手のお立ち台にミサさんも乗ってきてバトルになります。この曲もソロバトルバージョンでした。フェスでソロバトル2曲ぶち込んでくるってびっくりしましたが、さすがサイちゃんって感じです。このソロバトルはミンチョとミサさんだけじゃなくてあーちゃんのドラムソロと小鳩さんのリズムギターソロもあるので、メイドさんたちの演奏力を披露するにはいいと思いますし、ノリノリになれるソロで私的にも一番好きなソロバトルです。ソロバトル終わりでサイちゃんの好きだねえことなどからの小鳩さんのおさらばえのシャウトでラッサビに入るところは最高すぎます。結構ふくらはぎは限界になってましたが思い切ってジャンプしました。それでアウトロはちゃんとも加えて声も思いっきり出して、この曲は吹き鳴らしなしでピタッと終わります。やっぱり玉屋が終わった時は息切れでハーハーなりますね。息切れしているところに9曲目となるチューズミーの優しい拡張イントロのミンチョのギターフレーズが流れてきます。ミンチョのめちゃくちゃエモいギターフレーズというかソロに息切れした体が癒されます。しかし拡張イントロがあるチューズミーは3回もエモいミンチョのギターソロを聴けるので最高です。それで通常のサイちゃんのサビ始まりのボーカルを手拍子で迎えて小鳩さんのリズムギターの刻みも堪能します。そこからイントロになって癒された体で思いっきりのちゃんとで答えます。それで1メロに入りますが、ノミネーションの時にも言いましたが、この曲も家に帰ってきた感があります。ホームとアウェイでいうと完全にホームな感じです。なので踊りながら見て聴いているとすごく気持ちいい感じになります。スクリーンにステージのメイドさんたちのアップが映される感じでしたのでスクリーンも楽しめました。それで B メロに入って一曲開けてのチャントがまた気持ちいいです。目の前のフォークメタルさんの振りかぶり方がすごかったです。それでサビに入って手を振り上げて盛り上がります。2メロに入ってミンチョとミサさんがクロスしてミンチョが目の前に来てギターを弾いてくれます。2メロの B メロのミンチョのギターが味わい深いので、それを目の前のお立ち台で弾いてくれるのを見るのは嬉しかったです。それで2サビになってまたミンチョを見ながら手を振り上げて楽しんで、2サビ終わりでミンチョが真ん中のお立ち台に移動してギターソロになります。エモいやつの2回目です。ソロ終わりの1メロになってミサさんの味わい深いベースを聴きながら手拍子で楽しみますが、最後の I choose you の時に最近は小鳩さんが指さしてくれるんですよね。今回は私のいる方ではなかったですが、それでラスサビを手を振り上げながら堪能して、サビ終わりのポストコーラスからミンチョのさらにエモい3回目のギターソロになってちゃんとしながら聴き入ります。それで最後サイちゃんの迷わずチューズミーで吹き鳴らしになって、サイちゃんのありがとうで曲終わりの大歓声と拍手になります。続けての10曲目はプロテクト U でした。暗転したステージが一気に明るくなってサイちゃんと小鳩さんのうららららららが始まりました。いきなりだったのでちょっと出遅れてフロアからのシンガロングになりました。あーちゃんのブラストビートが体に響いてきます。なんかミンチョがハイの領域に入ったのか恍惚とした感じでギター弾いてましたね。それで A メロに入ってミンチョの軽快なリフとリサさんの味わい深いベースを堪能して、 B メロはあーちゃんの裏に入る感じのスネアを楽しんで1メロだけにあるサビへのブリッジを味わってサビに入ります。サビ中のミンチョのギターフレーズがいいんですよね。それで感想なしで私的に大好きな2メロ冒頭のリフを楽しみますが、ミンチョは相変わらずハイな感じでした。それでここから2メロにしかないメロに入ってフロアは手拍子になります。実はこのプロテクト U って複雑な構成なんですよね。
こはミンチョのギターもミサさんのベースもあーちゃんのドラムもかっこよくて大好きなところです。それで B メロに入って今度はブリッジなしでサビに入ります。サビはメロディーも歌詞も同じでシンプルなんですよね。それもあって思いっきり手を振り上げながら盛り上がれます。サビ終わりでハイになったミンチョのまたまたエモいギターソロです。ソロ終わりで落ちメロになって手拍子しながらサイちゃんの歌と小鳩さんのコーラスに聴き入れます。それでラッサビに入りますが、冒頭のあーちゃんのドラムの入りを一瞬遅らせるような感じになるところがいいんですよね。それでラッサビも楽しんでサビ終わりでうーララララララの大合唱になるアウトロです。あーちゃんのブラストビートも堪能して最後はサイちゃんにスポットライトが当たってサイちゃんだけのうーララララララを静かに聴いて曲終わりで大歓声となります。吹き鳴らしの中サイちゃんがお立ち台でありがとうサマソニーバンドメイド次がラスト最後まで遊んでけまた遊ぼうなサマソニーの雄たけびを上げてきます。ラストに何を持ってくるのかと待ち構えていたら上手お立ち台のミンチョにスポットライトが当たって味わい深いリフを弾き始めます。ラストとなる11曲目はなんとスクリーニングでした。私的には変な意味ではなくて結構クロート向けの曲のイメージがあるのでこの曲をラストに持ってくるサイちゃんの自信というかメイドさんたちの心意気みたいなものを感じました。サイちゃんのほいやーの叫びと強烈な煽りでフロアからのチャントは激しくなります。ミンチョもミサさんもサイちゃんも立ち台で小鳩さんもお立ち台に足をかけてギターを弾いてました。でも小鳩さんは歌わないといけないのでイントロ終わりで定位置に戻ってましたね。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますがあーちゃんのドラムもミンチョの曲もミサさんのベースもなんか渋いんですよね。それで B メロに入るとちょっと渋さから明るさにシフトしてきてフロアも手拍子で盛り上がる感じになってサビになると一気に弾ける感じになるこのギャップというか展開が大好きです。ミンチョもお立ち台で踊りながらノリノリでギター弾いてくれるのでサビが楽しい感じになるんですよね。それでその楽しい感じのまま感想のミンチョのリフになってお立ち台で羽織るサイちゃんからもっとの雄たけびも上がってフロアのコーストのちゃんとは気合が入りました。サイちゃんがまたこっちに向かってサムズアップしてくれてたように思います。それで2メロに入って構成が変わって手拍子するところがすぐに来ます。この曲は手拍子もちゃんとも速度が要求されます。それでリサビも気持ちよく盛り上がってサビ終わりから C メロになります。 C メロでサイちゃんが歌いながら手拍子を煽ってきますのでフロアは高速の手拍子で満たされます。それでサイちゃんがいる真ん中のお立ち台にミンチョも乗ってきてギターソロになります。ソロを弾くミンチョの横でサイちゃんが「ほいやーサマソニー」のと首を上げます。サイちゃんとミンチョが真ん中のお立ち台に乗るのって初めて見た気がします。ギターソロ終わりからの B メロはちゃんとのタイミングが難しいやつですが前を固めたおエイス様たちには問題なしです。ミンチョはその間もお立ち台に残ってましたね。それでラッサビに入ります。もう最後なのでこっちも全力で手を振り上げて盛り上がります。ポストコーラスでの小鳩さんとの掛け合いみたいになるところも堪能して曲終わりになります。曲終わりの吹き鳴らしでサイちゃんと小鳩さんが真ん中のお立ち台に立ってサイちゃんのありがとうサマソニーバンドメイドでした最高だの叫びが上がって吹き鳴らしが終わって最後の締めになります。完全に満足したフロアからの大歓声と拍手が沸き起こる中小鳩さんのこの後もサマソニ楽しんでっぽーバンドメイドでしたっぽーのフェス仕様の挨拶でバンドメイドのパフォーマンスは終わりました。フェスなのでメイドさんたちは素早くステージをはけるのですがミンチョが両手でハートマーク作ってくれてましたし最後にはけるあーちゃんはいつも通り両手を上げて元気いっぱいな感じでした。しかしプロテクト U もちょっと意外な感じがしましたしスクリーミングを最後に持ってくるってステージ移動せずに最後まで見ている人たちへのプレゼントというか最後まで残ってるお前らこういうのが聞きたいんだろうって言われてる感じがしました。私的にはその通りなわけですが今回もほぼ MC なしで11曲ぶちかましてくれる怒涛のステージでした。ものすごいパフォーマンスでした。やっぱりフェスはメイドさんたちも楽しそうでかつ挑戦的なところも見れますのでお給仕とはまた一味違う楽しさというか味わいがあってお給仕が家庭の味ならフェスは楽しい外食みたいな感じが私的にはしています。去年のサマソニのレポートではなんか自慢の娘をみんなに見てもらった誇らしい感じみたいなことを言ってしまってましたが今回はメイドさんたちの貫禄がすごすぎておこがましくてそんな感覚にすらならない感じでした。いやいややっぱりバンドメイド最高って感じながら大満足でステージを出まして水分補給したりしながら余韻を楽しみました。後で確認するとメイドさんたちのステージに1万人くらい入っていたというポストもありましたが建物は離れて独立してますし同時刻にヒゲダンさんがマリーンでやってますしその1万人は本気で見に来られているということだと思います。素晴らしいですね。もうこの時点で私的には大満足ではあるのですが今回は遠くからでもいいので絶対見ようと思っていたベビーメタルさんを見にマウンテンステージに移動します。前回のサマソニでグレイさんを見に行ったのと同じパターンです。
マウンテンステージに着くとベビーメタルさんのステージが始まる直前くらいでしたが、フロアはものすごい人で埋め尽くされてました。とりあえず最高列くらいを移動して真ん中あたりに到達した時にステージが始まりました。さすがにこちらも世界を相手にしているだけあって堂々としたステージパフォーマンスでなんか貫禄を感じましたね。サークルモッシュが何度も発生しているのも見れました。とにかく最初から最後まで初めて生でベビーメタルを見て聴けて大満足でした。ステージが終わったのが20時頃だったと思いますので、晩ご飯もソニ飯を食べて1日だけではありますがサマソニを満喫しました。いやいや、サマーソニック2025東京会場、ソニ飯も美味しかったですし、会場は快適でしたし、初めてのベビーメタルも見れましたし、何よりもバンドメイドのステージは本当に熱くて最高でしたので、本当に最高に楽しめました。来年もバンドメイドが出演してくれたら絶対行きたいと思いながら大満足で会場を後にしました。私としてはさすがにサマソニバンコクはパスポートが切れて久しいこともあり参戦しませんので、私が次にメイドさんたちに会えるのは10月18日に福島県で開催されるフェスライブアズマ2025になります。約2ヶ月もインターバルが空いてしまいますので、バンメロスに気をつけないといけません。でもメイドさんたちは修行するということですので、私も修行と思って我慢というか研鑽を積んでおきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。それではまた次回。